と思います。裏襟を控えた柄で、こちら側。今回は大襟付きのシャツカラーの上襟をきれいに縫い方を説明します。きれいにっていうのはどういうことかというと、裏襟が表襟よりも控えられていること、薄地だと 1mm 控えられていると良いと思います。あとは表襟はこういうふうに襟腰っていうのがここにあって、これを乗り越えるのでその分のゆとりが必要になってきます。これを縫えるように型紙と縫い方と両方の説明をしていこうと思います。まず型紙の説明です。型紙は市販の本などから写したりしたものだと、だいたい上襟は1枚だけ写すようになっていると思うんですけど、これを表襟用と裏襟用と2枚写してください。薄い生地であっても先ほどの裏を控える、あと襟腰分のゆとりを入れるっていうことを思うと、同じだと裏の方が余ってきてしまいますので、最初から2枚写して1枚を表襟用、1枚を裏襟用とした方が良いです。で、2枚写したらまずこちらの方を表襟、もう1枚を裏襟、そして縫い代の付け方を変えるだけです。表襟の方は1センチの縫い代をつけますが、裏襟の方は付け線だけは1センチなんですけど、あとは2ミリ控えて 0.8 センチの縫い代をつけていってください。0.8 はちょっとつけにくいんですけど、頑張ってつけてみてください。ところどころ点を打っておけば、これをつなぐような形で描いていけます。付けは1センチです。表襟は全部1センチで付けます。そしてこれを切るときにここで紙を切ってしまわずに、こっち側にもこれと同じだけの紙を残しておいて、こういうふうに輪のところで折ります。これでちょっとずれないようにテープで貼っといて、これでハサミで切っていくと輪で作ることができます。輪で作らないとここの部分がちょっと角度がずれただけで少しへの字型に裁断ができたり、逆にこう上向きに裁断ができてしまうので、この幅の細いものは型紙を輪で取った方がいいです。これでハサミで切っていきます。合い印だけは大事なので、ルレットなどで写していきます。これで型紙を切ります。
今回は表襟にだけ全面芯を貼っていきます。これで裁断をしていきます。はい、今回は分かりやすいように裏襟はこの紺色の生地を使って、表襟は白い布を使っていきます。表襟用には接着芯を今貼りました。でちょっと分かりやすいように裏襟を控えてないこの表襟の最初にあった襟を2枚使ったものも縫っていこうと思います。裁断をしたので今から縫っていこうと思います。まず最初には控えありの方、型紙を作ったように2ミリ控えた裏襟を縫っていこうと思います。後から控えのしていない上襟を縫ってみようと思います。襟を縫っていきます。で襟を縫う時に2ミリほど裏襟を控えているので9ミリで縫います。ここ9ミリに合わせていきます。そして襟先の角なんですけど、なかなかこう曲がり角が分かりにくいことがあるので、左右を合わせるために9ミリの交点を書いておくといいです。中表で縫っていくんですけど、縫う時には必ず表襟が下になるようにして縫ってください。後ろ中心は待ち針で留めておきます。それでは縫っていきます。この端は縫い始めは合わせます。これで縫っていくときにここに2ミリの差が出てきます。薄い布なのにどうやってこの部分を表襟にゆとりを入れて縫えるのかという問題があるんですけど、これ表襟にゆとりを入れる時はこう合わせる時にもうこういうふうに合わせて縫っていくんですが、途中まで縫ったら向こう側を折り込むように縫ってみてください。こんなふうに折っていきます。自然とこう表にゆとりが入るようになってくるので、こういうふうに丸めながら縫っていくと最後長さが合ってきます。書いていた交点までいったので、これで今度はこっち方向にもこういうふうに折っていきます。またここまで来たらここにゆとりが入るように折ります。最後は合わせるように折り曲げながら縫っていきます。こういうふうに縫うと
表にゆとりが入って少し表襟にここにゆとりが入るのでこう起き上がったような襟になります。こう起き上がってます。こっち側もちょっと起き上がった襟になってます。襟の縫い代カットをしていきます。襟先から3ミリ残して斜めに切ります。これで裏襟のみを半分に切ってもいいし、両方切ってもいいです。今回は両方切るようにしていきます。薄地の時には両方切る方が綺麗に仕上がると思います。厚地の時には両方切るといきなりこう段になってしまうので、裏襟だけを切ってこう段差カットっていうんですけど、だんだんに薄くなるようにすると良いと思います。これで表襟側に向かって1ミリ見えるようにアイロンをかけていきます。この1ミリ見えるっていうのが目分量でしているので、これがうまく折れない方はここはアイロンで割ると良いです。でアイロンで割る時にこれ料理用の綿棒なんですけど、料理用の綿棒をこう縫い目のところに当ててアイロンをかけてもいいです。1ミリ控えてのアイロンができる方はこれをすると、一番良いと思います。これで返していきます。これで1ミリ控えてアイロンをかけていきます。この角は左右対称になるように目打ちで出していってください。先ほど1ミリ控えて表側に折ったんですけど、その部分がここで控えやすくなってきます。縫い代を割った時には表襟が1ミリ見えるようにして折ってください。綺麗に控えられました。次に表襟にゆとりを入れるためにまず仮留めミシンをします。その時にこう表側にゆとりを入れていくんですけど、
こういうふうに表にゆとりが入るように1回折ります。折った状態でこの部分を5ミリのところでミシンで仮縫いしていきます。表襟にゆとりを入れます。縫います。最後縫ってくるとこの控えた部分がこう表上側が押されてしまって裏襟がこういうふうに出てきやすくなるので、こうならないように最後は気をつけて縫ってください。これで表側にゆとりが入りました。こうするとちょっと余ってきます。次に表台襟に表襟が合うように合わせてもう一度仮止めしていきます。表台襟の上襟の付け位置なんですけど、型紙を当ててみるとわかるんですけど、切り込みちょうどが来るわけではなくて、切り込み直角、縫い代に対して直角の1センチ下につくので、この位置は型紙と合わせて印をしておくと良いです。これでもう一度仮止めをします。台襟に上襟を仮止めしていきます。表台襟と裏台襟を合わせます。このカーブは型紙を写しておくと良いです。台襟を縫っていきます。
折り目までで縫いました。左右の形も綺麗に揃ってます。次に裏襟を控えてない襟を縫っていこうと思います。襟を控えてないっていうこと以外は同じような縫い方で縫います。ここで2ミリぐらいの差ができました。上襟を縫ってきました。こちら側は裏襟を控えた側で、こちら側は裏襟を控えてない側です。パッと見変わらないように見えるんですが、近くで見ると控えている側の方は外回りも落ち着いた感じで、襟先も身ごろにひっついている感じで、こう前から見た時に裏襟が全く見えてない綺麗な仕上がりになってます。そして控えてない側は一見綺麗なんですけど、控えた側と比べると襟先が身ごろからちょっと離れて浮いた感じになっているのと、こう前から見た時に少しだけやっぱり控えてない分裏襟が少し見えてきています。ちょっとの差なんですけども、裏襟を控えて縫い方も気をつけて縫うととても綺麗な襟に仕上がるので、皆さんも縫ってみてください。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。